リンクトゥライフ、命をつなぐ思い、ここからゲストをお迎えしてトークをしていきます。今回、再開してから初めてのゲストになります。浜田明介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、収録の時にはね、はい、リアルな顔を見てるんですけど、皆さん多分 YouTube とかラジオなので、お顔が見えない状態ですけどね。はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、浜田明介さんはですね、様々な方面でご活躍されていてですね、ある時には人間関係を良好にするための独自戦術、よろず占い。そしてまたある時にはウェブライター。そしてまたある時には動画編集者として活躍されています。普段から私おかちんと交流があるということで再会して初めてのゲストとしてお迎えしました。本当プライベートでも仲良くさせていただいております。仲良くしてもらってます。おかちんさんにはいつもお世話になっております。でもこんな感じじゃないんですけどね。ということで、再会初ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。感覚がね、前はね、3年前ぐらいにやってたんですけど、はい、再開して初めてなんで、ちょっと緊張してますけど、はい、頑張っていきたいなと思います。ということで、はい、アスケ部長ですね。もう僕は部長と呼んでるんですけど、ある関係でだね。部長と呼んでるんですけど、もう今日はアスケ部長と呼びながらちょっとやっていきたいと思います。はい。ということで、先ほどちょっとプロフィールでもご紹介しましたけど、まず、よろず占いということで、そもそものきっかけとして、アスケ部長がその占いに興味を持ち始めたきっかけって何だったんですか？これはですね、ズバリ言いますと仕事の現実逃避ですね。ちなみになんかお仕事ってどんな感じのお仕事されてたんですか？その時は。その時は、実は小説家志望でしてね。おー。ひたすらも小説作って出版社に送ってみたいなことを繰り返していたんですよ。おー。なんか、漫画じゃないけど、この前までちょっとドラマありましたよね。ことですよね。そうそうそう。出版社に送って、出版社がこう、連載するとか、こうなった時に、っていう、そんな感じですよね。そうそうそう。それなんですよ。で、やっぱ、長文書いてると途中で結構嫌になるわけですね。それで次 SNS とか見ちゃうんですけれども、そこでたまたま見た無料占いで、結構専門用語いっぱい出てきて、そこからあなたはこうですよみたいに詳しく解説するサイトを見つけたんですね。で、ちょうど時間あったからその専門用語を暇さえあれば一個ずつググってたんですよ。で、ちょっとずつ検索していっていくうちにだんだん知識溜まってきて、で、そのうち占いで相手のことが分かるようになってきたんですね。こう専門知識を調べていってったら、だんだん分かってくるようになったと。そうそうそう。相手の人はこういう性格だったとか、友達実はこんな人間だったよっていうのが見えてきて、で、その時ちょうど人間関係で悩んでいたもので、相手との接し方とか、相手の扱い方みたいなのが見えてきて、で、結構人間関係変わってきたんですよ。それを知ってからドハマりですね。おー、すごい。はい。そもそもは本当になんか趣味でもないのか、本当になんか仕事の合間にっていう感じだったその占いが、今はなんか本業みたいなもんですもんね。ですね。一番の得意スキルになりましたね。お、すごい。ということで、占いを持ち始めたきっかけをお伺いしたんですけども、続いて今回プロフィールでも紹介させていただいたんですけど、よろず占いって何ですかっていうことで、僕も占いとかね、結構心理学もやってたりするので、なんかいろんな用語を調べることはあるんですけど、よろず占いって何なんだろうって多分リスナーの方も思っている方多いと思うので、ちょっと簡単にで構いませんので、よろず占いについて教えてもらってもいいですか？はい。このよろず占いとは、要は生年月日を使う占いを複数組み合わせたオリジナルの占いですね。で、これ占いにもいろいろ種類があって、で、生年月日使うものでも結構たくさんあるんですけれども、確かに。それらの中に西洋とか東洋問わず、生年月日使う占いをひたすら集めて、で、自分なりに使いやすいようにアレンジしたので、で、いっぱい混ざってるという意味でよろずとつけましたね。だから、いわゆる、なんか、コーヒーで例えると本当になんかブレンドした占いのブレンド版みたいな感じですよね。ですね。アスケ部長がまずよろず占いということで、オリジナルといっても、もともといろんな、
西洋東洋問わずにいろんなところでそういう生年月日の、占いのやり方があってそれをこう、うまく組み合わせてって感じですよね。ですね。デジタルブレンド。はいはい。魔改造ですね、要はね。ね、ありがとうございます。ちなみにこれってそのよろず占いっていつからやられてるんですか？そうですね。よろず自体は3年ぐらい前に形になってきましたね。最初は、ホロスコープと呼ばれる星座占いの元となったものから始めたんですよ。はい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 。で、これをやっていくうちに、そのうち他の占いにも興味を持ち始めて、で、要は同じ生年月日使った占いだったら、どれでも結構似たような結果になるのかなっていう疑問から始まったんですけれども、そのうちだんだんいろんなことにはまっていきまして、はい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 。で、四柱推命もそうですし、三名学とか、シビト数とかいろいろあるんですよ。で、それらを並行して使っていくようになったのがきっかけですね。やっぱり生年月日使う占いでも、やっぱりその占いの種類によっては全然こう、見方だったりとか結果が違ったりするんですか？そうですね。相手をこう違う側面から見てるっていう形になるんですよ。だけど結局見てる人物は一人だけなので、その人の別の面が見えてくるっていうのが分かってきまして、その結果、よろず占いを使えば、いろんな面からその人のことが分かるっていう風になるので、これは良いのではと思ってハマりましたね。すごい。ちなみに、多分占いを、3年前からやられてるってことなので、今までどのぐらいの方にそう占いをされたんですか？そうですね。はっきり覚えているだけでもう100人超えてますね。ちなみに僕もその中の一人ということで。ですね。結構僕も最初は占いっていうところも確かにちょっとこう懐疑的なというか、ちょっと疑って見てるところもあったんですけど。ですよね。でもちょっと通ずるところがあって、僕も心理学を勉強してたりしてたので、心理学もいろんな多分こうね分野があって、個人心理学からこう集団心理学とかなんとか心理学ってあるんだけど、その結局はその人をどうやって見るか、社会で見るのか個人で見るのか、見方によって違うっていうところで、なんかそういうところで共通点はあるのかなと思って、実際に占ってもらって、僕もね、多分ね、全部こう占いでもう人生が運命が決まるってわけではないけど、参考にするっていう形でやるのはすごく僕もね、結構当たってるところが多かったんで。ですね。やっぱなんだかんだ自分のことを全部知ってる人ってのはほとんどいなくて、全体のそうだな、6割ぐらいはやっぱ知らないところが多いわけですね。なので、そういうところをあらかじめ知っておくことで、自分に合った生き方ができるようになる。そのために占いが有効だっていうお話ですね。すごい。なんか本当にいろんな内容されてるんですよね。ですね。何でも来ますね。恋愛から会社との相性ともが占えるんですね。やりましたね。会社との相性もしましたし、あとその人が体調を崩すタイミングも占いましたし、あとはもうペットの性格も占ったし。すごい。なんか、里親から猫を引き取ることになったんだけど、どっちがいいみたいな質問がありまして。で、生年月日だけ教えてもらって、で、あとは家族との相性と、ペット自体の性格。これを占ってお伝えしたこともありましたね。事前に打ち合わせもしてるんですけども、最近のこれって最後に書いてあるの、最近の本当になんか人っぽいですよね。ガチャを引くタイミングも占われてるっていうですね。来ましたね。こればっかりは結構自信なかったんでね。当たんないかもしれないよって言いまくりましたね。だけど一応生年月日で見たときにはこのタイミングがいいんじゃないかな。あくまでもタイミングだったりとか、その人のっていうことですもんね。ですね。当たるところまではいかないんですけど、成功確率が高いところは出せるので、でそこら辺を特定してお伝えしたっていう形になりますね。すごい。なんかもう占いだけでもうなんか3時間の特集番組ができそうなぐらい深い話になってきましたけども、ちょっとここで一曲いきたいと思っております。ということで、アスケ部長に選んでいただいてるんですけども、なぜこの曲を選んだかちょっと教えていただいてもいいですか？これはね、今まで結構大きな決断をしたり、今までとは別方向に進む時があったんですけれども、そういう時によく聴いていた曲なんですね。
やっぱ決断した時ってどうしてもこれで良かったのかなって迷ったりするんですけれども、確かに。この曲を聴くおかげで、こういうのもありだったなと気楽に考えられるようになったんです。ということで、アスケ部長のリクエスト曲ということで、ちょっと曲紹介の方よろしくお願いします。はい。では、ビーズでランです。聴いてください。リンクトゥライフ、命をつなぐ思い。ここからもアスケ部長とともにリンクトゥライフお届けしていきます。アスケ部長よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、曲も聴いていただいて、後半はね、ちょっと学びというところにちょっとフォーカスを当ててお話をしていけたらなと思っております。はい。ということで、プライベートでもということで、本当にね、そもそものきっかけが僕も、ライティングをちょっと勉強したくてっていうところであるね、いわゆるオンラインサロンに入ってですね、そこで出会ったんですけども、そのアスケ部長がこう今までその占いであったりとか、あとはその実際に動画編集もされてるし、ウェブライターもし、本当にいろんなところに手を出して、いろんなところでこう活躍されてるじゃないですか。はいはい。その学び続けるその源って自分の中でどんなところだと思ってます？単純に言いますと、はい。知らないことを知るのは楽しいですね。やっぱり当たり前なんですけど、自分には知らないことがいっぱいあるし、世の中にもまだまだ知らない分野ってたくさんあるんですよ。そういうことを知っていくうちに、だんだん自分のできることが増えたり、あとは自分になかった考え方ができるようになるので、自分の可能性が広がっていくんですね。そして可能性が広がっていけば、やっぱ選択肢も増えると。で、選択肢が増えれば増えるほど、もうダメだって思ったり、もしくはもう世の中こんなもんだよって諦める必要が減っていくんですね。確かに。そう。どんな辛いことがあった時でも、やり方はあるよってことがはっきりわかるようになるんです。学びっていうとどうしても学校の勉強を思い浮かべて、やっぱ大変なものとか辛いものっていうイメージを持ちがちなんですけれども、それだけじゃないよってことを言いたいですね。確かにね。ちょうどね、この収録をしている日にもちょうど僕もね、試験があって、無事合格したんですけど、確かにね、こう、勉強っていうとか学びってなると、ね、学校のイメージもあったりするんですけど、本当にこう、社会人になってからも、いろんなことを学んで実践するっていうのがすごく大事なんだなっていうのをアスケ部長の話を聞いててすごく思いました。ですね。学びって言ったら確かに難しく聞こえるかもしれないですけれども、最初は簡単なところからでいいんですよ。例えば料理の仕方を調べるとか、あとは単純に筋トレの仕方を調べるでもいいですし、あとは趣味のことでもいいんですが、まず自分が知りたいと思ったことを調べてみるところからスタートですね。そこからどんどんいろいろな知識がつながっていって、昔知ってたことでも今度これに使えるじゃんみたいな感じで、知識と知識を組み合わせることができるようになるんですね。で、それがまた新しい選択肢になって、それが人生を変えるきっかけになってくれることもあるので、やっぱり今の自分を変えたいとか、もしくは将来こうなりたいっていうものがあるんだったら、学びから始めるのが近道だよってことを言いたいですね。さすがですね。ということで、本当にこの番組、時間帯がですね、お昼過ぎということで、サラリーマンだったりとか、あとは子育て世代のお母さんたちとかが聞いてる可能性が高いんですけども、実際に、例えば占い勉強してみたいですとか、本当にライティング勉強してみたいですとか、動画編集ちょっと勉強してみたいんですけどっていう人も中にはいるか、何かを学んでみたいっていう人が多いと思うんですけど、もしアスケ部長がその人たちにアドバイスとか、声かけをするんだったら、どういうことからこう始めていけばいいんですかね？そうですね。まずは一旦やってみるところですね。もちろん、全然完璧じゃなくてもいいですし、失敗でも構わないんですけれども、知識を貯めるだけじゃなく、実際にやってみるところからスタートして、で、わからないところがあったら調べるっていう形にすると挫折がしにくいっていうのもありますし、何より知ったことが実際何の役に立つかっていうのがはっきり理解できるんですね。なので、一回やってみて、その都度調べていくっていうやり方の方が長続きしやすいと思います。
あすけ部長も、まあね、前半でもお話もありましたけど、まずはだって実際に調べたりとか、占いを無料でやってみてからですもんね。ですね。しかも占いの場合は、ある程度自分、占いを覚えたら、結構匿名掲示板とかいろんなところで実際に占ってみたんですよ。全然うろ覚えだから当たるわけないだろうと思ってたんですけど、案外当たりまして。それがきっかけで、じゃあこれはどうなんだろうって思うようになって、いろいろ調べるのが加速していったってところですね。まあ本当にね、学び続けるって大切だなというのをすごくあすけ部長のこの熱量がこれね YouTube もねラジオもこの声しか伝わらないので、この喋ってるこの雰囲気がねお伝えできないのが僕としてももどかしいんですけど、本当にこれからもある意味ね学び続けていただきたいというのと、まあ本当プライベートでもお世話になっているので、今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで、まあね、ちょっと話が長くなってしまったんですけども、今回のゲストは浜田あすけさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。